はいどうも、今日はですねもみじと梅の、よくかかりやすい病気ですね。うちのもみじと梅も良くなったりするんですが、その2つの樹種でよくなりやすい病気についてお話ししたいと思います。じゃあまずもみじからいきます。このもみじですね、よくなりやすいの皆さんもなったことあるかもしれないですが、うどんこ病っていうのがあります。うどんこ病っていうのはどういうものかっていうとですね、この葉っぱの表面ですね、ここがねまさにうどん粉、小麦粉のような感じで白い粉がたくさんつくような病気になることですね。でそれになるとどうなるかっていうと、カビなんですけどね、そのカビが生えてるところについては光合成ができなくて、その葉っぱの部分弱って枯れてしまう。でまたその元がカビなので、このままにしておくと他のとこにも伝染していってしまって、他の葉っぱも悪くなってしまうという病気です。主に発生するのは5月6月とか9月10月11月とか、春とか秋ですねに発症します。このうどんこ病の原因となる菌ですね、これはある程度温度が高くて乾燥してると発生しやすくなるそうで、どっちかっていうとよくかけてると、葉水とかですねかけてるとならないのかなっていう感じです。僕の場合はですね、春よりも秋の方になりやすくて、去年このもみじもこう上の方ですね、もっと長かったんですけど、葉っぱの方に、うどんこ病が出まして、一個一個の葉にうどんこ病がついてたら、もうそのちょっとでもついてるところ全部切っちゃって、そこはもう捨てるしかないかなと思います。葉っぱが少なかったりするとちょっと取りづらいとは思うんですけど、全体がダメになるよりかはそこだけで何とかした方がいいかなと思うので、やった方がいいと思います。で対処法はですね、梅も含めて一緒なのでちょっと後で説明します。で次梅ですね。梅の場合はこの葉っぱのところにですね、どこがいいかなここにするか。この葉っぱのところに黒い点々が出る、黒星病ですねっていう病気があります。で同じく5月から6月7月、あとは秋9月10月11月で、こっちのね黒星病はですね、長い雨が続いた時に出やすくなります。だから梅雨とかね、秋の長雨とかって時にちょっとこう見といて、あれ葉っぱになんか黒い点々が出始めたっていう風になったら、伝染する前に見つけたらその葉っぱやっぱ切っちゃうのがいいかなと思います。今のところはねちょっとその黒星病になってるところもないので、これですっていうのはないんですが、インターネットとかでね調べてもらうと、思いっきり本当にこうちょっとこうボツッとね黒いのがだんだん広がってったりするので、それを参考に見てもらえればなと思います。でこの2つ結局どちらも治療のしようがないので、もう予防しかないんですよね。なのでうちだとねよくあるこのベニカファイン X スプレー、これはうどんこ病は OK ですね。で黒星病も OK、 そっちも対応してます。でもう一個使ってて、こっちは原液を希釈するタイプなんですけど、三葉ルーですね。こっちもうどんこ病と黒星病ありますね。それぞれ対応しているので、こういうのを使ってですね、殺菌殺虫剤なんですが、殺菌剤として、この2つですね使ってます。できればこうやって2個用意してもらって、で例えば今回こっち使ったら次はこっち使うっていう風にですね、こう交代交代で使ってもらえばいいかなと思います。同じものを使うとですね、例えばこれだけ使ったりすると、この、殺菌殺虫剤の成分の耐性のある、菌とか、虫が出るそうなので、一応できれば2つ用意してですね使っていただければと。何が違うかを調べるときはね、この後ろに成分表ってあるので、この成分表をですねこうやって2つ見比べてもらって、もちろん僕もこの成分表を見て、これはあれが入ってるからどれに効くとか全然わかんないので、ざっと見てどうも違うものらしいなと思ったらそれで OK なので、そうやってやっていただければと思います。でただ基本的に初めてやる方はいろいろめんどくさいと思うので、わざわざ2つ用意しなくてもとりあえず1個あるだけでも十分だと思いますんで、これを原液だったらここにね何倍でやってくださいって書いてあるので、希釈の倍数に従って希釈してもらって使ってもらえばと思います。多分こういうのね、
前後 10% ぐらいは希釈の倍数違っても大丈夫みたいなので、極端に濃いとね、その薬で、植物傷んだりするし、あんまり薄いと効かなかったりすると思うので、その範囲でやっていただければと思います。こっちの方ですね、こういうスプレータイプはあんまり数持ってない方にはこっちの方がおすすめです。たくさん持ってるとね、これ1個すぐなくなったりするので、同じ値段ぐらいでこうね、原液と希釈したのってこうスプレー付きのやつですね、買えるので、そういう意味ではこっちの方が断然価格に対して量はね、こっちの方がやっぱたくさん使えますんで、多くある方はこっちおすすめです。そうだな、巻く時にだいたいどれぐらいのその効果があって、どのくらいの周期でこうやっていくかっていうところなんですけど、大体はですね、短ければ2週間、10日から2週間とか、1ヶ月に1回やってれば、とりあえず大丈夫じゃないかなと僕は思います。厳密にはちゃんとね、その裏に何日に一遍巻いてくださいみたいなことが書いてあるので、それに従った方がいいかとは思うんですけど、そうは言ってもね、こういう殺虫殺菌剤って、雨が降ってるとちゃんとね、木にこうくっついてくれませんし、付着してくれないし、あとは水やった時とかに流れちゃうのもあるので、水やりの前とかにやってもダメだし、水がかかってる状態にやっても不十分だと思うので、晴れた日で他にね人のいないところでですね、一応こう農薬扱いだと思うので、安全に使っていただければと。で、乾いている時にかけてもらって、でよくね空気、風通しの良いところで乾燥させてもらって、で使ってくださいということですね。以上、もみじと梅ですね。2つのよくある病気の、対処法って言ってももう対処はもう本当にしようがないので、予防法とですね、使う薬剤とかの紹介でした。皆さんもねこれ参考にちょっとやっていただければと思います。今日もご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。ではまた。